皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は半丸つなぎの刺し子付近を制作していきます。今回で3回目になります。よろしくお願いいたします。まずは前回から、の振り返りをしようかなと思います。今回が3回目の動画になるんですけれども、まず1回目の動画ではこちらの、半丸つなぎの仕立て済みのさらしに模様を描いていく動画を撮って、それを投稿したのが 1回目になります。2回目になって今度はですね、この模様って半円がつながってるっていう模様なんですよね。それの大きな半円と小さな半円があって、大きな半円をこちらの糸で、小さな半円をこちらの糸で2色でやってるんですけれども、2回目の動画ではこの大きな半円をこちらの濃い方の糸で、刺し子していく動画を撮りました。はい、それが2回目で、前回からの動画のそれ以降の話になるんですけれども、案外進んでるんですよ。こちらのね、糸で刺した模様のところが進んでおりまして、気づいたら全部終わっていた。全部というのはこちらの糸で刺し子した大きな半円のつながった曲線が全部終わってるんですよね、気づけば。前回まではね、この大きな半円の方の刺し始めをやってて、でそれの途中、霧のいい途中あたりから3回目の動画撮れたらいいななんて思ってたんですけど、案外サクサク進んで、終わっちゃったみたいな感じ、体感としてはね、で終わってるんですよ。それで今、今度ね、こちらの薄い方のね糸で小さな半円を刺し子にも入ってるんですよね。実際にもうすでに入っておりまして、例えばアップで見ていただきますと、これね、そうですね、画像じゃないや、動画では薄くて見えにくいかと思うんですけれども、例えばここですね、この辺り、大きな半円、こちらがねこの糸で、小さな半円、ここですよね、こういうところ、これがこちらなので、ちょっとねこっちが見えにくいかとは思うんですけれども、ここのね小さな半円のこういう流れですね。はい、なのでここは刺し終わっていて、そうですね、2行を刺し終わって、こことこことここを刺してて、そして今こちらですね、今糸がここから出てるんですけど、ここの外枠からスタートして、ここの途中ですね今。それで今日はこの続きを刺し子していくという動画になるかなと思います。はい。前回のなんかやっぱ難しかったところっていうのが、こちらのね糸で刺したところの難しかったところって大きな半円の方になるんですけれども、多分やっていくとこういう部分、ここの中途半端な円のね途切れたこういうとこが、なんかただただこういう風にね滑らかにやっていっただけでは、多分最後ここだけがね残って終わって、短く刺し子してここで糸切ってみたいな感じで中途半端に残るなっていう。例えばこういうとこですよね。これが私最後それだけ残るのがちょっとなって思ったから、これは前回の動画でね見ていただければ分かるんですけれども、あえてここから攻めるっていうね、ここが残ってしまうだろうから、もうあえてここからこういう風に進むみたいな感じで、この作戦は前回の動画ではこれが功を奏するかどうか分かんないですけどみたいな感じでやってたんですけど、功を奏しましたね。はい、残ることなくここを最初に埋めていこうと思う感覚で流れでやっていったら、変に短く刺して、ここだけで終わっちゃうなっ
これ以上進めないなみたいなところはなく進むことができました。なのでこの大きな半円をやるときはこのね中途半端なところから攻めるっていうのはいいかもしれない。ただこれも前回言いましたけど、この外枠にかかる部分の模様がどの辺りで切れるかによって変わってきますからね。例えば、ここでこう終わっちゃうんだったらね、ほらこういうとこでね1センチ違うだけですごくこう切りのよく終わるんですよ。こうだから私がこの模様を差し込む部分が 30×30 でやってたらここで終わってるから、この端のここを考えなくて済んだんですよ。でも私どうしてもやっぱりこの付近の大きさの関係上差し込む部分が 32×32 でやりたかったから1センチこう伸ばしたんですよ、上下に。それによってこういうところができたっていうところと兼ね合いがあるので、なので作る方のねどういうサイズで作りたいかっていうのと、あとこの円の型をどういうサイズでね作るかによって切りがいいかどうかっていうの変わってきますので、あくまで私が今回描いた模様のバランスだとここがねちょっと難しいかなって思ったので、ただねそこから攻めることによってそれはそんなに苦ではないぞっていうのも分かったので、こういうなんだろう、自分で模様を描くっていうところで確かにこう一つ考えなきゃいけないことが増えるけれども、でもバランスとかを自分の好きにできるっていう楽しさもあるんですよね。自分で描くっていうところになると。印刷された付近だとそれはもうすでに印刷されてるからその通り刺す。でもそれはそれでね書いてあるからあとは差し子するだけだからっていうのでやりやすいっていう側面もあるので、もうどっちがいいってどっちがいいっていう話ではなくてね、それぞれの良さがある。で自分で書くとちょっと一つね考えなきゃいけないこと増えるけれども、でもそれでもなんか自分はこういう風にしたいからこういう風に付近を作ったみたいなところで、私はその一つ考えることを試行錯誤しながら進めるのが楽しいので、模様差しの時はですけど一目差しの時はねもう印刷されてるので基本刺しますかね。頑張ってあれくらいですよ。模様が出てこない。模様が変わり米刺しくらいですよ。変わり米刺しってだから近くにあるのはこれだ。これこういうんだったらこれくらいかな。私自分で線を引いてね、方眼の線引いて自分で差し子する一目刺しだったらね、他の模様だったらちょっとそれは印刷されてるのでやりますかね。でもそのあたりもね全部できるようになったらもっともっとバリエーションが広がって、それこそもっともっとやり込み要素は満載ですよ。すいません、模様の話はここまでにしましてここからはじゃあ今日の刺し子に進んでいきますね。糸がここまで進んでいますので、ここからこう流れに乗っていきます。でそうですね、今回の私の刺し子の基本的などんな感じで刺していくかっていうのは、細い糸で針目はとにかく細かくっていうことを意識しながら私は針を進めています。今回の模様に関しては。なのでとにかく細かく進むことだけ考えてるので、模様線が交わるところの針目のバランスとか他の模様だったら考えるんですけど、これは
もうただただこの手の動くままに針目をもう自由に交差するから、他の模様だったら交差するから、例えばここのね交点だったらここの交点の針目の出方のバランス考えて、ここからここは何目で刺すとか、そういうのを考えて刺すっていうのをよくやるんですけど、これはねもうそれは今回は考えなくていいかなっていうふうに私は決めまして指し進めています。で特にこうちっちゃい半円の方になりますと、もう単純に線の通りやればいい、どこからやってもそれはね変わらないですね。小さな方の半円は。大きな方の半円はここ外枠にかかるとこ一部ね模様が残っちゃうなんてさっきね言ったんですけど、ちっちゃな方の半円はねそれはないですね。ないからどこから行ってもいいし、線の通り進めばいいよっていうね、ただあれだけかな、この曲線がしっかり滑らかに進むように、そして、折り返すだからキュッてなる部分があるわけですよ。キュッてなる部分、こういうところね、こういうところこうキュッキュッてなる部分、ここの戻りの部分のメリハリくらいかな。この小さな範囲の刺し子部分に関して気にすることは。そんなにね長くも刺せないんですよね。長くは刺せないっていうのはどういうことかというと、こう針を入れてでこう進めますよね。この時に直線だったらもっとどんどんいけるんですけど、曲線の場合はやっぱその滑らかさも出したいので、あまりここで長くやりすぎちゃうとこう布を持った感じがしっくりこないというか、ちょっと窮屈になっていくんですよね、長くなればなるほど。なのでそこがね細かくこうやってね抜いてあげて進めなきゃいけないかなっていうのは、直線よりはね1回で刺せる量は少ないかなって、まあ致し方ないですね、そこはね。であとはそんなに糸こきはねしなくても、この加減は今回の模様に関しては案外大丈夫ですね。引き加減とかそこまで考えずに、ただこうスーッとねスーッと引いてあげれば、そんなに一生懸命糸こきしなくてもそれなりに馴染んでくれますね。この辺りがだんだんこう回数とか、あといろんな糸の太さでやっていけば、なんとなくこう手に馴染んで分かってくるんじゃないかなと思います。もう全然これよりね太い糸を選んだりすると、ちょっと引く時に窮屈だから加減考えないとなとか、太い糸だとどこをさらしのどこを持って、この糸を抜く時ですね、この糸をこうやって抜く時に、これくらいの細い糸だともう何にも考えずにこうシュッてできるんですよ。シュッともうできちゃうからいいんだけど、もっと太い糸を選ぶともうまあでもあれにもよりますかね。どれくらい長く1回でこうやってこういうふうにね
刺すかっていう長さにもよりますかね。直線で結構長めに刺しちゃった時により違いが出てきますかね。ここの針目がね少なくてこうシュッて抜くんだったらまだ太い糸でもほらここの分だからここの分を引かなきゃいけないから、短かったら別にそこまでではないかもしれないけど、案外ね直線で結構どんどんいっちゃってここら辺にこう溜まってるのが、量が多くなってくるとここでねここですよ、ここ抜くのが大変になるんですよね、太い糸だと。ただもうそれは結構回数を増やしていくと分かってくるから、だから持って引く持つ場所をね工夫したりとか、その針目のこの数ですよね、1回でこう刺し進める距離を工夫するとか、そういうので調整していく。でもこれは必要ない今回これは必要ない、スッて引けますからね、そこまで太い糸ほどは考えなくていいんじゃないかなって思ってます。でこう2回目の動画で今回3回目になるんですけど、2回目から3回目にかけて私の宿題として濃い方の糸で刺す部分をそれなりにね刺してきたんですけど、あの辺を刺しながらやっぱ私模様刺し好きだななんてね思いながら刺し進めましたね。スイスイ進むなあみたいなふうに思いながら刺してました。特にそこまで迷う模様でもなかったですしね。ただねやっぱね刺してる時に一箇所だけなんかルートを間違ってる私っていうのはありましたね。こういうとこだったらまだいいですよ。ただ単純にクロスするだけだったらいいんですけど、こういうとこですね。こういうところだとねこう道なりに行ってるつもりがなんかちょっと違うとこ入っちゃったりとかっていうのがね、今回は1回だけありましたかね。だからそれね進めながらそうこうなっちゃうんだよななんて思いながら戻ってね、戻んなかったのかな、なんかこれはこのまま進んでも後で辻褄が合うようにできると辻褄が合うって日本語としておかしいかもしれないですけど、なんとなく伝わればいいんですけど、このまま進んでも大丈夫、後で挽回できるな、この間違いだったらね、この間違いだったら後で挽回できるっていう感じの間違いだったので、そのまま進んだんだ、そのまま進んでその先でちょっと戻しましたね。はい。そんなことを話していたらですね、結構進んできて、もうちょっとでね反対側の外枠まで行きますので、そしたら今日はその反対の外枠行ったところまでにしますか。そこで、糸を切るところまでにしますね。ここですよね。ここの、何気なく今までずっと進んできちゃったんですけど、小さいの半減のところのここのキュッて戻るところをね、ここぐらいですかね、気をつけるの。ここね。さあ外枠に来ましたね、そろそろ。はい、でちょっと一旦確認しますね。裏からも確認してね、案外これ私本当に今わーっと来ちゃったんですけど、糸呼吸もそんなしなくても、いいですね。いい感じに馴染んでるし、ちょっとこう裏見てあげないと案外どこかで裏でループしてて、ここちゃんとほどいてあげないとみたいなこともね、ないこともないんですよ。今回は大丈夫でしたけど。では、はい。
反対の外枠まで来ました。もうこの小さな範囲に関してはこっから隣に進むとかできないんですよね。例えば今ここで終わっています。ここでね、ここで終わっています。で近くのところっていうとここになるんですよね。ここからここ。私ここからここまでの距離、ここのね糸通すのはね、これは感覚的に長すぎるなっていう感覚があるので、もうここに関してはもう潔く切ります。私ここはあんまり私本当は切りたく、もうちょっとね隣とか行けるんだったら行く人なんですけど、でもそれもやっぱりそこの距離見ますね。ここまでこの長さあれすんだったらこれは切っちゃうかなみたいな、そういう加減はなんか自分なりにあるので、ここの長さの場合だったら私はここで切ります。で裏で重ねてあげまして、もう一目くらいやるかな。はい、重ねまして、はい、少し1センチほど残して切るという感じで、ここですね、ここね、今反対の外枠まで行って裏だけでこう重ねてあげて、今ここで糸を切りました。はい、そんな感じですね。では今日刺したところ見ていただきますね。改めてね、今ここで切りまして、刺し始め、今日どの辺りから、多分この辺りからねスタートしたかと思うんですよ。この辺りからスタートして、もうここは、迷いようがないかな。ここに関しては、このちっちゃな半円に関しては、今指でなぞったルートを反対の外枠までぐーっと来て、はい、表から見ていただきますと、この辺りのラインですね。ここから私のこの右手の親指から左手の親指のここまでですね。ここまで刺しました。じゃあこれ裏返しますね。裏ひっくり返すとこうですね。ちょっと上下になるとあれか、はい、こういう感じで。裏の方がまだ線が見えやすいかな。こちら側の淡い方の小さな半円ですね。これくらいにアップしますか。はい。私の中では細かい、あくまで私の場合はですけど、はい、こんな感じで刺しまして、色がやっぱ赤とピンクっていう、でも赤もちょっと落ち着いた赤っていう感じですね。だからなんか大人な可愛らしい色みたいな感じでしょうか。それによって、こういうね2色でできてきてるので、今この向きですね、この向きでやってきてるので、後進んでいくとこっち側もね入ってくるから、そうするともっとまた違った印象に見えてくるので、その辺がどういう風にね、全体的に色が通っていくとどういう雰囲気になっていくかっていうのはこれから楽しみなところだなと思います。そうですね。今日はねここまでにしまして、これからはまずこのピンクのところの刺せるところ、少なくてもこちらの向きは全部やろうかな。で終わってまた今度この縦ラインに入っていきますよね。縦ラインっていうかこう縦に縦の曲線ですね。縦の曲線に後に入っていくので、そこの途中で1回やるか、今回が待ってください、3回目か。3回目。進み具合によって次で完成するか、4回目で完成するか、それか4回目は例えば縦の曲線行って5回目で完成にするか、5回目でね。それは私のこの刺し子の進み具合によって考えていこうかなと思っています。少なくともだから4回目か5回目のどちらかでは完成するんじゃないかな。6回目まではいかない
は思っています。じゃあ、ちょっと向き統一しますね。縫い目ね、この下手の縫い目がある方を下にしての向きでいつも見ていただくのを統一しようかな。はい、では今日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。